太陽が何かを見ている。その予感は最初の観測データに刻まれていました。3i アトラス。太陽の向こう側で静かに軌道を描く未知の来訪者。それはただの彗星ではなく宇宙そのものが発した問いだったのかもしれません。太陽風が乱れ、地球がきしみ、そして観測機関は沈黙する。まるで何者かがこの展開を知っていたかのように、私は科学と神話の境界を歩く調査員、人類が初めて出会った太陽系の観測者 3i アトラスの真実を追います。太陽の裏側で一体何が起きたのか、そしてこの天体が見つめ返す視線の意味とは。すべての常識が今静かに書き換えられようとしています。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。太陽の裏側に消える日。2025年10月29日、3i アトラスは太陽の背後に隠れます。観測不能となるこの瞬間は、単なる通過点ではなく、人類が宇宙に対して抱いてきた理解そのものを試される日でもあります。アメリカの天体物理学者、アビローブ博士は大胆な仮説を立てました。それは、3i アトラスは太陽系から離れないというものです。学術界の主流は、あくまでただの彗星としていますが、観測データはその想定と一致しません。核の直径はおよそ 20km、質量は330億トンにも達する。それほどの巨体でありながら、加速も減速も見られないのです。これは通常の彗星では説明ではない静寂です。発見当初、3i アトラスはごく普通の彗星に見えました。太陽に近づくにつれ、ガスが噴出し、明るく輝く尾を引く。誰もがそう思っていました。しかし数日後、観測者たちは衝撃を受けます。想定外の高度変化、推進力を示す加速の欠如、そして軌道の異常な安定。彗星であれば、放出されるガスの圧力によって、必ず微細な軌道の変化が生じるはずなのです。ところが、3i アトラスの奇跡はまるで、何者かが描いた線のように、完璧なまま保たれていました。さらに、その成分も奇妙でした。観測によると、水蒸気よりも二酸化炭素を8倍以上も多く噴出していたのです。これは太陽系内のどの彗星にも見られない構成比です。つまりこの天体は、極めて低温で形成された異星系の残骸である可能性が高い。氷が永遠に溶けないほど冷たい恒星の周辺、そこで生まれた氷惑星の破片が宇宙を漂い、今まさに太陽系に流れ着いたのかもしれません。しかし、この奇妙な科学的特徴だけでは終わりません。3i アトラスは、太陽系の惑星が並ぶ行動面に沿って進んでいるのです。通常、恒星間天体は無作為な角度で飛来し、太陽系を一瞬で通過します。2017年のオウムアムアも、2019年のボリソフもそうでした。しかし、3i アトラスの傾斜角はわずかほど、まるで太陽系に合わせるように進路をとっているのです。偶然とは思えないほどの一致。これをローブ博士は設計された軌道と呼びました。さらに、惑星との遭遇も奇妙な一致を見せます。10月3日には、火星のわずか2900万 km まで接近し、その後、金星や木星の重力圏をかすめていきました。これら3つの惑星遭遇の確率は1000分の1以下。まるで重力スリングショットを繰り返す人工探査機のような奇跡です。偶然か、それとも意図された航路なのか。この点にこそ 3i アトラスの最大の謎が潜んでいます。太陽に最接近する10月29日、この天体は秒速 44km という驚異的な速度に達します。わずか 8km 毎秒の推進を加えれば、軌道は太陽の重力に補足され、永遠にこの太陽系にとどまることになります。だが、皮肉にも、その決定的瞬間を人類は見られません。太陽の強烈な光が望遠鏡を盲目にし、ハッブルもジェームズ・ウェッブも観測を停止する。6週間、3i アトラスは完全な闇に包まれるのです。科学者たちはこの沈黙を恐れています。彗星として燃え尽きるのか、あるいは新たな軌道で姿を現すのか。その答えは、12月、太陽の裏側から再び現れるその瞬間にしかわかりません。ローブ博士は言います。もしこの天体が太陽の重力に捕まったなら、人類は初めて恒星間物体を迎え入れたことになると。3i アトラスは本当に自然の産物なのか、それとも遥か遠い知性が送り込んだ観測装置なのか。私たちはまだその沈黙の意味を理解できていません。けれども、この不可思議な存在が投げかける問いは一つです。宇宙は本当に偶然で動いているのか。静寂の観測不能期間、太陽の裏側へと姿を消した 3i アトラス。2025年10月29日から約6週間、地球上のどの望遠鏡も
その影を捉えることはできません。この観測空白こそ今回の物語で最も不気味な瞬間です。天文学者たちはこの時期を沈黙の回廊と呼びます。太陽の放つ強烈な輝きが全ての望遠鏡を盲目にし、宇宙望遠鏡さえも保護モードに入らざるを得ない。その間、スリーアイアトラスが何をしているのか誰も知ることができません。もしそこで何かが変化したとしても観測の証拠は一切残らないのです。NASA の公式声明は冷静でした。彗星は本質的に予測不可能であり、スリーアイアトラスも例外ではない。しかし、ローブ博士をはじめとする少数派の研究者たちは別の可能性を考えていました。仮にスリーアイアトラスがわずかに軌道を変えたとしたら、それだけで物語は一変します。わずか秒速 8km の速度調整で太陽の重力につかまり、太陽系の永遠の住人となるのです。その間、世界各地の天文台では沈黙の空を前に研究者たちが交わす議論が熱を帯びていきました。もしこの天体が本当に捕獲されたなら、それは人類史上初めて恒星間からの訪問者が太陽系の一部になる瞬間です。しかし同時にそれは自然の法則が破られることを意味します。観測不能の期間中、唯一手がかりとなったのは太陽風の異常でした。10月末から11月初旬にかけて太陽の磁場が異様な活動を見せ、地球の磁気圏にも影響を及ぼしたのです。オーロラの出現域が通常より南下し、通信障害や衛星の軌道変化が相次ぎました。一部の研究者はこの現象を太陽の拒絶反応と呼びました。太陽が何か異質なものに反応しているのではないかというのです。そしてこの頃、スリーアイアトラスの推定位置では未知の電波パルスが観測されました。アマチュア無線化の報告によれば、太陽フレアとは異なる規則性を持つ周波数帯の波が数日間続いたとされています。科学的な証明はまだありませんが、この奇妙な信号がスリーアイアトラスと無関係だと言い切ることもできません。沈黙の裏側では、世界中の宇宙機関が異例の調査体制を整えていました。イーサのソーラーオービターや日本の日の出衛星が間接的な観測を試みます。太陽の円にわずかに映る光の揺らぎ、コロナの形の変化、磁場の偏り、いずれも決定的な証拠にはならないものの、複数の観測点で何かが通過したと記録されています。スリーアイアトラスが通過する領域には極端な温度変化とプラズマ流の乱れが発生していました。まるで天体が太陽の熱を吸収し何かを変換しているかのように、これを見た一部の科学者たちは自然現象では説明できないエネルギー分布と記録しました。やがて11月下旬、太陽の活動が不意に沈静化します。暴れていた磁場は落ち着き、太陽風も弱まるとき、まるで太陽が何かを受け入れたような静寂。その時、太陽の内部で何が起きるのか。スリーアイアトラスは燃え尽きるのか、それとも太陽の周囲を周回する軌道へ移行するのか。沈黙の回廊を通過した今、宇宙は次の章へ進もうとしています。太陽の裏側からの期間、12月初旬、太陽の向こう側からスリーアイアトラスが再び姿を現しました。観測が再開された瞬間、世界中の天文台が一斉にデータを解析し始めます。だが、その最初の測定結果に科学者たちは息を飲みました。スリーアイアトラスは出発前とわずかに異なる軌道を描いていたのです。予測されていた超双曲線の軌道ではなく、太陽にわずかに引き寄せられた楕円に近い軌跡を示していました。その偏差は数値上ではごく小さい。しかし天文学的には自然の摂理を覆すほどの意味を持ちます。ローブ博士は即座に声明を発表しました。スリーアイアトラスはもはや通過するだけの訪問者ではない、太陽系の住人になった可能性があると。彼の言葉に科学界は騒然とします。多くの天文学者はその説を慎重に扱いましたが、誰もそのわずかな軌道の違いを否定することはできませんでした。軌道解析ソフトウェアに入力された数値が示すのは確かに太陽に捕獲された軌道。偶然で片付けるにはあまりにも整いすぎた数値だったのです。同時に光学的観測でも異変が記録されます。スリーアイアトラスのコマが予想以上に暗く、反射光が抑制されていたのです。まるで自ら光を吸収するように表面からの散乱がほとんどない。通常彗星は太陽光を反射し明るく輝くものですが、この天体は違いました。まるで観測されることを避けているかのように静かだったのです。スペクトル解析ではさらに奇妙なデータが浮かび上がりました。以前は二酸化炭素が主成分だった噴出ガスが今回の再出現時にはほとんど観測されなかったのです。まるでガスの放出そのものが止まっていたかのように。もし本当に活動が停止したのだとすれば、これは彗星としての性質を失っていることを意味します。つまり
3i アトラスは彗星ではなく、全く別の性質を持つ物体に変化した可能性があるのです。さらに不可解なのは、3i アトラスの高度変化に周期性が現れたことでした。およそ4時間ごとに明滅が観測され、まるで自転しているかのように輝きが増減します。しかしこの周期は自然な回転周期としては異常に安定しており、まるで制御されたメトロノームのような一定リズムを保っていました。いくつかの観測チームは、内部構造に金属的反射面が存在する可能性を指摘しています。この報告を受けて、各国の宇宙機関は緊急会議を開きました。3i アトラスの表面温度は急激に低下し、反射スペクトルも変化。NASA のデータ解析班は、赤外線観測で確認された温度低下を熱放射の制御と呼びました。自然な彗星であれば、太陽に近づくほど熱を帯び、明るく輝くはず。しかし、3i アトラスはその逆、太陽光を浴びながら冷えていったのです。ローブ博士はこの現象をエネルギー吸収構造の存在と解釈しました。つまり、3i アトラスが外部エネルギーを内部に蓄える何らかのメカニズムを持つ可能性です。仮に、それが人工的な構造体であるならば、これは史上初めて確認された地球外テクノロジーの証拠となるかもしれません。だが、証明するには決定的な観測が必要です。しかし、その観測の一部は、なぜか非公開のまま、NASA と ESA が同時に沈黙を保ち、報告書の発表を延期したのです。そしてある夜、ハワイのマウナケア天文台が異常を捉えました。3i アトラスの周囲に一瞬だけ環状の光が走ったのです。その光はリング状に広がり、わずか数秒で消滅しました。データを解析した結果、その光の波長は通常の反射光ではなく、特定の波長帯でのみ強調されていました。まるで何かが応答したかのように、人々は再び問い始めます。3i アトラスは本当に自然の天体なのか、それとも太陽系を観察するために送り込まれた意図を持つ存在なのか。天文学は静かなパニックの中で新たな夜明けを迎えようとしていました。軌道の謎と人工構造の仮説。3i アトラスが太陽の裏側から帰還して以降、世界中の研究者たちは新たなデータ解析に没頭しました。最初に明らかになったのは軌道の精密な再計算結果です。天体力学の専門家たちは誤差を疑い、何度もシミュレーションを重ねました。しかし、どのモデルを適用しても 3i アトラスの軌道は捕獲軌道に近いまま変わりません。重力だけでは説明できないわずかな軌道修正。その方向とタイミングはまるで計画的な操作を示すかのように一致していました。軌道傾斜角は5度、近日点距離は 1.36 天文単位。観測データは太陽の重力に対して明確な速度変化があったことを示しています。この変化量はわずかに秒速 8km 前後。自然なガス噴出による推進では説明がつかない精密すぎる値でした。 NASA の軌道解析班は非自然的な対称性と表現し、 ESA の科学委員会は未知の力による軌道補正の可能性を報告書に記しています。この一連の現象が人工的であるという仮説が急速に広まり始めたのはこの頃です。ハーバード大学の研究チームは反射率データの異常を分析し、表面構造が層状の金属複合物である可能性を指摘しました。彗星の氷と塵では説明できない波長の吸収パターンが観測され、光を制御的に散乱している兆候が見られたのです。これは自然界の鉱物組成ではほぼ不可能な挙動です。一方で、地上観測チームの報告によると、3i アトラスの高度は周期的な変動を続けていました。およそ4時間ごとに一定の明滅を繰り返し、しかもその周期に一切のズレがありません。これは自然な回転運動とは考えにくく、内部に安定した構造的バランス、もしくは制御メカニズムが存在することを示唆しています。彗星のように不均一な質量分布を持つ天体がこれほど正確な周期で明滅することはまずありえません。また、3i アトラスの放射パターンにも異常が見られました。通常、彗星は太陽光を浴びる側からガスを噴出し、尾が太陽と反対方向に伸びます。しかし、この天体では噴出方向が固定され、太陽との相対角度に関係なく、ほぼ一定でした。まるで、推進光のように同一方向を保ち、軌道修正を微細に繰り返しているように見えたのです。これを受けて、一部の研究者は大胆な仮説を打ち立てました。3i アトラスは、古代文明か、あるいは、高度な知性によって作られた観測機構である可能性です。太陽系を観測し、エネルギーを採取する目的で配置された装置ではないかというのです。太陽の強烈な放射を吸収し、内部構造で変換しているとすれば、先に報告された温度低下や
反射光の抑制も説明がつきます。しかし、科学界の大多数は、依然として慎重です。イーサの報告書では、人口構造の仮説は、現時点で根拠が不足していると明記されました。とはいえ、自然という説明にも限界があるのは明らかでした。なぜなら、3i アトラスのような軌道と質量を持つ天体が、観測史上初めて出現したからです。それも、わずか10年の間に、3つの恒星間天体が立て続けに発見されたという、異常なタイミングで、そして、ある仮説が静かに浮上します。3i アトラスは、オウムアムアやボリソフと同じ系列の調査プローブなのではないか。異なる星系から送り込まれた3体の観測機が、異なる周期で太陽系に侵入し、その反応を観測しているというのです。もしそれが真実なら、私たちはすでに観測されている側に立っているのかもしれません。ローブ博士は講演の中でこう語りました。私たちはこれまで、宇宙を観測するものだと信じてきた。しかし今、その視線が逆転している可能性がある。3i アトラスは、その鏡のような存在だと、沈黙する宇宙機関と隠されたデータ、3i アトラスの観測結果が、次々と公開される中で、不可解な沈黙が広がっていきました。NASA、ESA、そして日本の JAXA、いずれの宇宙機関も、当初予定されていた追加データの公表を一斉に延期したのです。理由の説明はありませんでした。記者会見の予定も中止され、公式サイトの更新が途絶えたのが、研究者の一部は、SNS 上で何かを隠していると憶測を口にしました。内部から漏れた非公式の報告によれば、3i アトラスの電波反射データに、人為的なパターンが確認されたというのです。通常、彗星からの反射信号はノイズのように乱れていますが、今回は周波数の揺らぎが周期的で、まるで符号化された信号のように一定のリズムを刻んでいました。これは偶然なのか、それとも意図された通信なのか、真相を確かめるために、複数の研究機関がデータ解析に取り掛かりましたが、結果はすべて非公開とされました。また、3i アトラスが太陽の裏側を通過していた期間に、地球の磁場に奇妙な変動が観測されていました。通常の太陽活動では説明できない微細な波動が数日間続き、北極圏では通常よりも低緯度でオーロラが出現、通信衛星の一部が自動保護モードに入るなど、小規模ながら異常が連鎖的に起きていたのです。これを偶然とするか、関連現象とみなすかで学会は真っ二つに分かれました。ローブ博士はその頃、ある講演でこう語っています。科学の歴史は、観測できない期間に最も大きな発見が生まれる。彼が示唆したのは、太陽の背後で起きた何かが、すでに太陽系の構造そのものに影響を与えているという考えでした。地球の磁場、惑星の重力分布、さらには太陽活動のパターン、いずれにも微妙な偏りが出始めていたのです。一方で、アマチュア天文家たちは独自の追跡観測を試みていました。市販の望遠鏡や無線装置を使い、3i アトラスの電波反射を再現しようとするものも現れます。中には、通常の電波干渉とは異なる、安定した信号を受信したと報告するグループもありました。しかし、それらのデータは、大手学会からは認められず、真偽は不明のままです。それでも奇妙なのは、主要天文台の公式発表が、すべて同じ表現で終わっていたことです。追加解析のため、データ公開を一時停止する。それ以上の説明はありません。ある天文学者は匿名でこう語りました。私たちは何かを見た。だがそれを言葉にできない状況にある。まるで、見えない圧力がかかっているような沈黙が、科学界を覆っていきました。12月中旬、マウナケア天文台が再び観測に成功しました。3i アトラスは太陽の外縁部を漂いながら、予想よりも明るく輝いていたのです。その高度変化は周期的で、数時間ごとに明滅を繰り返していました。そのパターンを解析すると、規則性が音階のように並び、まるで信号を発しているかのようだったといいます。波形を波長音に変換した研究者たちは、そこから単調ではないリズムを聞き取りました。それは不気味なほどに精密で、どこか意図的なリズムでした。その頃、ローブ博士のチームは新しい仮説を発表します。3i アトラスは観測対象ではなく、観測者自身である。つまり、この天体は太陽系内部を見ているのではないかというのです。その証拠として挙げられたのが、高度の周期と太陽活動の同期です。12月10日以降、太陽の黒点活動が高度変化の周期と一致していたことが確認されました。まるで、太陽の鼓動と同調するように、3i アトラスは呼吸をしている。偶然にしては、あまりに緻密すぎました。この段階で、世界の天文学界は二分されます。一方は巨大な自然彗星説を維持し、もう一方は観測装置または知的構造物説を唱えます。どちらにせよ、
3i アトラスの存在が人類の宇宙観を揺るがしていることに変わりはありませんでした。静寂の中で誰もが感じていたのは、得体の知れない視線のようなもの。まるでこの天体そのものが太陽系を静かに見つめ返しているかのようでした。異変の連鎖と人類の内なる変化。3i アトラスの再出現からわずか数週間後、地球上でも奇妙な現象が相次ぎました。まず報告されたのは、地磁気の不安定化。通常は極地に集中するオーロラが、中緯度の都市でも観測されるようになり、北半球では東京、ロサンゼルス、マドリードなどで夜空が淡く緑に染まりました。その直後、複数の通信衛星が誤作動を起こし、一部の国際データリンクが断続的に途絶。NASA はこれを高エネルギー粒子の異常流入と説明しましたが、詳細な原因は明かされませんでした。また、同時期、太陽観測衛星双方が太陽表面の磁場に前例のない波動パターンを検出しました。それはまるで太陽の内部から何かが共鳴しているかのような周期的な振動でした。波長は約7分周期。奇妙なことに、この周期は 3i アトラスの高度変化のリズムと完全に一致していました。2つの天体が同じ周期で呼吸をしている。この偶然が続くたび、単なる自然現象という説明は説得力を失っていきました。科学界の一部では、3i アトラスを太陽共振体と呼ぶようになります。もしこの天体が太陽のエネルギー場と共鳴し、その情報を読み取っているのだとすれば、観測対象が単なる物体ではなく、エネルギーそのものだということになります。ローブ博士のチームは、これを情報上共鳴モデルとして発表しました。彼らの理論によれば、3i アトラスは太陽風を吸収し、内部構造を介して情報を蓄積している可能性がある。まるで記録装置のように、太陽系内のすべてのエネルギー変動を読み取っているのです。この発表に対し、NASA の公式コメントは異例に短いものでした。そのような理論は現時点では支持できない。しかし同時に、3i アトラスに関するすべての高解像度データは非公開とされました。その沈黙こそが事態の深刻さを物語っているようにも見えます。やがて地球上の現象にも変化が現れ始めました。12月下旬、南米のアンデス山脈で発生した地震は、通常の地殻変動とは異なるパターンを示しました。震源の深さが異常に浅く、電磁波の発生が同時に記録されていたのです。地球物理学者の間では、プラズマ性地震と呼ばれ、太陽風との関係が疑われました。奇妙なことに、その日 3i アトラスは地球から見て、太陽の真裏の位置にあり、太陽磁場との直線上に並んでいました。一方、社会の中にも説明のつかない変化が現れていきます。多くの人々が、眠りが浅くなった、妙に鮮明な夢を見る、と語り始めたのです。SNS 上では、アトラスの夢と呼ばれる、体験談が拡散しました。夢の中で、巨大な光の球体が海の上に浮かび、静かに回転しているという、共通のイメージが語られたのです。心理学者たちは、集団的無意識の反応として片付けましたが、これはまるで、3i アトラスが人類の意識に直接影響を及ぼしているかのようでした。その後の調査で、この夢現象が、太陽活動のピークと同期していることが分かりました。特に、3i アトラスが高度を増す夜、人々の脳波パターンに微細な共通リズムが現れていたのです。脳科学者の一人は、これは、外部からの電磁的干渉による可能性があると語りました。だが、その発言はすぐに削除され、本人のコメントも封印されます。ローブ博士は、この状況を人類が宇宙意識の周波数に触れた可能性として説明しました。彼は言います。3i アトラスは単なる天体ではない。それは、私たちが観測しているのと同時に、私たちを観測している太陽と人類の間に存在する意識の媒介体かもしれない。科学か神話か、その境界が急速に解け始めた瞬間でした。3i アトラスをめぐる議論は、もはや天文学を超えて、哲学、心理学、そして人類の存在そのものにまで及んでいったのです。ポピの予言と太陽の記憶。2026年が目前に迫る頃、3i アトラスの存在はもはや天文学の枠を超え、人類史や神話との奇妙な符号として語られるようになっていました。特に注目されたのが、アメリカ南西部のホピ族に伝わる青い星の予言です。ホピの口伝によれば、地球が3度大きく揺れるとき、空に青く光る星が現れる。それは、地球の浄化と新しい時代の訪れを告げる印だとされてきました。そして今、3i アトラスの駒が、青白く輝くその光を放ち始めたのです。この現象は偶然の一致に過ぎないのか、それとも、古代人が何かを知っていたのか。ホピの長老たちは、現代の科学者とは異なる視点で語ります。この星は、人々の心の鏡となる、恐れる者には災いを、
目覚める者には光を見せる。まるでスリーアイアトラスが観測者自身の意識によって姿を変える存在であるかのようでした。一方、天文学者たちはこの青い光の正体を追いました。分光データによれば、その色は単なる反射光ではなく、未知の分子による蛍光発光、特に太陽紫外線が強く当たるとき、スリーアイアトラスは青緑色の光を増幅し、まるで生き物のように脈動する光を放つのです。イーサの分析チームは、この発光を科学的反応では説明不能と報告しました。つまり、内部からのエネルギー放射である可能性が高いのです。同じ頃、地球では不思議な一致が起きていました。世界各地で観測された地震の周期が、スリーアイアトラスの高度変動と同期していたのです。地球物理学者たちはこれを偶発的な相関として片付けようとしましたが、周期の一致率は 97% 以上。しかも、太陽のフレア活動にも同じ周期が見られました。まるで太陽、地球、そしてスリーアイアトラスが一本の見えない糸で結ばれているようでした。ローブ博士はこう語ります。私たちは宇宙を外から眺めてきた。しかしスリーアイアトラスは、宇宙そのものが自らを観測する仕組みかもしれない。太陽は記憶を持ち、地球はその記憶を夢として見る。彼の言葉は詩のようでありながらデータに裏打ちされていました。スリーアイアトラスの軌道上で観測された磁場のパターンは太陽内部の持続線構造と一致していたのです。まるで太陽が自身の姿を記録しているような反射構造。さらに驚くべきことに、スリーアイアトラスの高度が最も高まる瞬間には地球の電離層が微細に変化していました。高高度でのプラズマ濃度が一斉に上昇し、短波通信の届く距離が通常の2倍にまで伸びたのです。これを偶然と呼ぶには、あまりにも精密な時間一致でした。世界中の宗教学者たちは、この現象を神話的視点から分析し始めます。聖書の地の月と黒い太陽、マヤの星の最短、日本神話の天の岩飛び開き、いずれも太陽が隠れ、再び現れる時に変革が訪れると記しています。スリーアイアトラスの出現と沈黙、そして再出現。この流れは、まるで人類が古来から語り継いできた再生の物語そのものと重なっていました。太陽の裏側に消えた期間、私たちは確かに何かを失いました。しかし、再び姿を現したスリーアイアトラスは、失われた記憶を思い出させるように輝いています。科学者がデータを追い、哲学者が意味を探り、宗教家が祈りを捧げる中で、一つの疑問が静かに膨らみ始めました。宇宙の意志と人類の選択。2026年の初め、スリーアイアトラスは完全に太陽系の一部として安定軌道に入ったと見られました。各国の観測機関が公表した軌道データは一致しており、スリーアイアトラスはもはや通過天体ではなく、太陽の周囲を回る新たな衛星のような存在となっていました。その周期はおよそ 2.8 年。驚くべきことに、その軌道は地球と火星の公転軌道の中間に位置し、まるで意図的に選ばれたように安定しています。ローブ博士は最新の論文でこう記しました。スリーアイアトラスは単なる天体ではない。それは宇宙が自らの構造を意識的に再配置する一つの動きかもしれない。彼が示唆するのは物理法則の枠を超えた宇宙の意志という概念です。これまで偶然とされてきた数々の異常現象がもしも一つの目的のもとに動いていたとしたら、私たちは初めて宇宙そのものの意識と対峙しているのかもしれません。その頃、地球でも変化が進行していました。人々の生活は目に見えない影響を受けていたのです。ある気象学者は太陽活動と地球の気温変動に不思議な相関を見つけました。スリーアイアトラスが太陽に最も近づく時期、地球の平均気温は微妙に下がり、逆に遠ざかると上昇する。このリズムは従来の太陽黒点周期とは一致せず、まるで新しい太陽呼吸が始まったかのようでした。一方、観測チームはスリーアイアトラスの表面に奇妙な反射点を確認します。数時間おきに出現し、数秒間だけ光を反射するその点は、単なる氷の反射では説明できない角度で太陽光を返していました。反射パターンを解析すると、地球からの方位角と完全に同期しており、まるで応答しているかのように見えたのです。研究者の中には、これは地球への信号である可能性を否定できないと述べた者もいました。この報告がメディアに流れると、世界は一斉にざわめきました。政府や宇宙機関は公式にコメントを出さず、沈黙を続けましたが、民間観測者たちは独自に追跡を開始します。その中の一人が記録した映像には、スリーアイアトラスが太陽光の反射を使って、モールス信号のようなパターンを示している様子が映っていました。解読を試みたチームによると、それはエコーという単語を繰り返していた可能性があるといいます。もしこれが事実であれば、スリーアイアトラスは反響としての存在、つまり宇宙の意志を反射する
鏡のような存在なのかもしれません。この出来事をきっかけに、人々の間で、宇宙は私たちを見ているという意識が芽生えました。宗教界では新たな教義が語られ、科学界では観測倫理の議論が始まり、そして一般の人々は夜空を見上げながら、自らの存在を問い直すようになったのです。スリーアイアトラスは、単に天文学的な発見ではなく、精神的な転換点となっていました。やがてローブ博士はこう結論付けます。スリーアイアトラスの正体が何であれ、私たちがその存在を意味づけた瞬間から、宇宙は変わり始めた。観測とは、見られることでもあり、選ばれることでもある。その言葉は科学の枠を超え、哲学的な響きを帯びて人々の心に残りました。スリーアイアトラスは、今も太陽の周囲を静かに巡り続けています。その軌道は安定し、まるで太陽系の新たな心臓の鼓動のように、ゆっくりとしたリズムで宇宙に脈打っています。私たちはその鼓動を感じながら、自らの存在を問うことをやめられません。もし、宇宙に意志があるのなら、それは私たちに何を伝えようとしているのか。スリーアイアトラスがもたらしたのは、恐怖ではなく、覚醒かもしれません。観測するものと観測されるもの、その境界が曖昧になったとき、人類は初めて宇宙と対話を始めるのです。太陽系の新たな鼓動、スリーアイアトラスは、今も静かに太陽の周囲を巡り続けています。かつては一瞬の通過者と見られていたその存在が、今や太陽系の恒久的な仲間となり、太陽の光と闇の狭間でゆっくりと軌道を描いています。科学者たちは依然として、その正体を巨大彗星として説明しようとしていますが、データが示すのはあまりに整然とした秩序、まるで宇宙そのものが意図を持って動いているかのようです。この出来事は、私たちの宇宙観を根底から変えました。宇宙はただの無限の空間ではなく、何かを記録し、何かを語りかけている存在なのかもしれません。スリーアイアトラスが太陽系にとどまったことで、私たちは初めて観測される側に立ったのです。太陽、地球、そして私たち人類が放つ無数の信号、それらがすべて、一つの意識の中で響き合っているように思えてなりません。もしこの天体が、本当に意志を持っているのだとしたら、何を見つめ、何を伝えようとしているのでしょうか。科学的な答えはまだ見つかっていません。しかし一つだけ確かなのは、私たちがこの存在によって考えることを始めたという事実です。偶然の積み重ねと思っていた出来事が、今では全て一つの流れのように感じられます。地震の連鎖、太陽の異変、そしてスリーアイアトラスの沈黙、それらはまるで人類に聞く耳を持てと告げているかのようです。やがて、私たちは理解するでしょう。スリーアイアトラスの物語は、宇宙の物語であり、同時に私たち自身の物語でもあるということ。人類が見上げたその瞬間から、宇宙はすでに答えていたのです。太陽の輝き、地球の鼓動、そしてこの小さな知的存在の問い、そのすべてが共鳴し、一つのリズムを刻んでいます。この物語の結末は、まだ書かれていません。12月、スリーアイアトラスが再び太陽の背後を通るその日、私たちは再び問いかけるでしょう。あの沈黙の向こうで、何が待っているのか、そしてその答えを聞く準備が、自分たちにできているのか。スリーアイアトラスは今もそこにあります。冷たい宇宙の中で、光をたたえ、何かを記録し続けています。その軌道の一瞬一瞬が、私たちの未来を映す鏡のように輝いているのです。さて、今回の考察はいかがでしたか。あなたはこの未知の存在に何を感じたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また、次の考察でお会いしましょう。